今日は万博に向けての、車両のオーナーさんのヒロ君に来てもらってベース車両が届いたので打ち合わせしたいと思います。お願いします。お願いします。ヒロでございます。さっきね、はい、ヒロ君の方のチャンネルでも喋らせてもらったんですけど、その続きっていう感じで、そうですね。ちょっと聞いてみたいと思います。どうですかベース車両？いやガラクタですね。スクラップだよね。スクラップ状態。スクラップ状態です。思ってたのと全然違いました。正直。ですよね。はい、もう全然違いまして、先ほど自分の動画のリアクション通りなんですけども、これがどうなるみたいな感じですね。ビルダーからしたら、もう見ても意味ないですよっていう状態やけど、オーナーさんからしたら最初見たいっていうのも分かるし。そうですね。それは僕今日飛んできたんですけど、ここに。来たら自分のやつはどこにあるんやーってこうやって探すじゃないですか。ほんでこれって言われた。見てびっくりだよね。バイクちゃうやんって。バイクちゃうやんってなりましたね。そうでも今これ、ショベルの、リジットっていう車両で、もう何もないような味でこれボロだけど、この横面のルックスからしたら、リジットで普通の純正のフォークついて、ハンドルついて、なんかこのスタイルだけでもめっちゃかっこええやんってなるんですか？そう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 。へえ。なんとなく綺麗なラインやなみたいな、なかなか難しいんですけど。難しい。これリジットフレームっていう。そう。さすがない状態で。いろんなスタイルがあるんですけど、フリスコスタイルでやればめっちゃかっこええんちゃうんとかっていう風な、今スタイルになって。で今ねもうキャブもついてないし、キャブもこれから何をチョイスしていこうかとか、ここ点火が入ってるけど、この辺全てですよね。バラしてオーバーホールしながら、エンジンの方の見た目のカスタムを色変えたりとかしながらやらなあかんと。でミッションの方もチェックしながらオーバーホールしてポリッシュ磨き込んだりとか作業をしていきます。そういうのも全部ここでやるから、あまりにもこの考えただけでも時間がないとか、ちょっと怖いとこもあるんですけど。今おっしゃられてたいろんな言葉の数々全然わかります。もうだからあの辺にあるバイクみたいな、エンジンが綺麗でしょ。はい、めっちゃ綺麗ですよね。あれもだから純正の色味じゃなくて、あえてバランして磨き込んで光らすとか、でこういう見た目のとこも、作って変えれるとこは変えていく。せっかくねフルカスタムするときやっぱりエンジンの外観にも手入れて、中身はもちろん外観も手入れた方がクールかなっていうのがあります。いやめっちゃ楽しみですね。その仕上がりは超楽しみで、プロセスも僕すごい楽しみですね。ここからやっぱりこう僕はすごい過去から入るタイプなんですけど、初めて仕上がってるバイクを見た時にかっこいいなと思ったんですよ。僕もハーレーとか乗ってないし興味もあんまりなかったんですけど、ただ単に見た時にほんまにかっこいいなと思ってすげえってなったんで、でもここから俺のっていうなっていくんですよね。それはほんまにすごいなと思って。だからまず自分の中で広くにこういうスタイルでこんな感じで乗ってもらいたいっていうのもあるし、大体自分の中で今もう完成形は8割ぐらい見えてるんですね。でも塗装がどうこうはまだ考えてないです。だから全体のバランス像は浮かんでて、例えば今からこのフロントフォーク作ります、それも長さをどのぐらいにしてっていうのをもう自分の中で決めてて、それがトータルのもう絵があるから、それに向けてここは長さいくらだとっていうふうな決め方をもう今してます。めっちゃ楽しみ。このノーマルのショベルの純正のフォークじゃなく、例えばうちやったらガーターがあったりとか、でここ最近、スプリンガーの車両なかったし、ちょっとスプリンガーで行きたいかなっていうのが、スプリンガーってスプリンガーフォーク、これが74タイプの、これがスプリンガーって言われるやつです。これがスプリンガーってやつなんですね。昔あったやつのレプリカなんですけど、このスプリンガーをモデルにオリジナルあるんで、それをちょっとワンオフで、こういうタイプのものをセットしたいかなと。うちで何本か今まで2本3本ぐらいかな、車両つけてたんですけど、ここ最近ガーダーが多かったんで、ガーターがこれ、スプリンガーがこれ。そうです。見た感じのバネが違うなとか、構図がちょっと違うんですよ。確かにそれは僕でも分かります。ちょっとヒロ君にはこっちで乗ってもらおうっていう。いいですね、なんかすごいコラボレーションしてる感じがありますね。やっぱり人の創造性って自分にこういうのが合うんじゃないかみたいなっていうことを言ってもらえるのってすごい楽しいです。なんか僕は
これかこれかっていうことについてはあんまり深く分かってないじゃないですか。でもマサさんの中でヒロ君はこっちのっていうタイアップみたいな、そういうのが見えてくるといよいよ僕も楽しくなってきます今までのこのプロセスもあるし、ヒロ君がどういう方かっていうのもやっぱり分かってきて、その上でこういう感じでバイクに乗りたいものはまあ分かるし、乗る姿、ポジションとかも、ヒロ君がこのスタイルで乗ったらクールだよねとか、めっちゃ嬉しい。もうなんか妄想はすごいしてるから僕の中で大体8割ぐらいできてるってでしょ、でそれをポジション合わせながら、そこからじゃあミリ単位でじゃあもっと見つめていこうかとかっていうことをこれからやっていかなあかんっていうことで。いや、マサさんのチャンネル見ていただいてる皆さんに、今僕がこの話を聞いてこう知っていただきたいことは多分皆さんご存知だと思うんですけど、なんかすごい乗る人のことを考えて制作してくださってるなっていうのがまだ作る前からめっちゃ伝わってきました。自分がこれにまたがったらちょうどいいサイズやけど、ヒロ君が乗ったら当然身長も違うしさ、遠いしさ、それはもうホナーさん仕様でクールな感じに乗るにはどうしたらいいかなとか、足位置だってそうやし、例えばこの造形やったらこうやってフリスコでこう乗ったらまあまあクールかなっていうのもあるし、でももっと楽に乗ってもらいたいっていうのもあったりとか、もっと颯爽に走ってほしい人、だからまたがってかっこええとか、だって乗ってる姿がやっぱクールやなっていうのがあったりするから、そこをね考えてやりたいな。いやでもバイクがクールやったらもう僕がまたがらなくてもクールになる。それがオーナーさんが乗って余計クールやなって。いやそうですか。でもやっぱこの足つきの良さがやっぱりリジットフレームやし、ここでまあマフラーがこの辺来たりするわけですよ。でその辺も足に当たらんようにとか、ステップをどうやってとか、これをちょっと一回目に焼き付けさせて。いや分からんそうやね。でもやっぱクリエイターからしたら全然細かいとこなんか見ないんですよ。このヒロ君のなんかもう乗る姿を頭に入れるっていう。だってヘルメットかぶるやん。ヘルメットから紙出るやん。出ますね。でそれがなんかどう絵面になるやろバイクととか。やっぱ妄想だけはこう。いやすごいな。します。ガスタンクがこう来て、でタンクはそこでハンドルはどの辺来るかどうか。これはね、オーナーさんに一回このベースの動機にまたがってもらうっていうのは大事な。そうなんだね。よりイメージが湧くから。まあこれが万博が9月。でその前に神戸ニューオーダーチョッパーショーあるんで、時間ないんでね。これはちょっと急いで作り込んでいかなあかんなと。僕は日頃ダンスしてるんですけど、このエンジンの年式今80年聞いたんで、その年式に合ったダンスカルチャーであったりファッションとか、あと音楽ですかね、なんかそこら辺を掘って何か作品に、ダンス作品とかに落とし込めたらなっていうふうに思ってます。ちょっと右手下げて右足をこう右手だけ下げて、かっこいい。この絵面かっこいい。かっこいいですかね。かっこいい。あれやから、どっしり構えて、乗るとかいうのも分かるんですけど、それって昔のおじさんたちとか雑誌とか SNS とかで見たおじさんたちのイメージがあったりすると、どっしり構えてゆっくり安全に乗りたいんだっていうのも分かるんですよ。でもやっぱ今しか乗れないスタイルもあるし、今の自分にめっちゃ似合うスタイルっていうのもやっぱあるから、そういうのも考えたいな。そういうことですね。このポジションはどういうポジションなんですか、逆に。これがさっきちらっと言ったそのフリスコスタイルであったりとか、そうスタイルが。でもこれよりもうちょい僕は足を落としたいなっていうのが、ここら辺に。そういうことか。なんかめっちゃものづくりのいや本当にものづくりですね。こだわりというか、一からすごいな。本当に01で作って01ですね。動くまで走るまで、それがゴールやから。僕5ぐらいで来ると思ってた。ほんまにゼロでした。ゼロですね。これからだからもう本当にフレームフォーク作って骨格ができて、そしたら作りながらまた広く来ていただいて、細かいポジション合わせをいっぱいしていきたいですね。こういうのあれですよね、マサさんのチャンネルをご覧になられてる皆様からすると、この時点で届いてるやん、や
やばみたいな感じなんですよね。ですうわショベルできるんや、ショベルで行くんやみたいな感じなんですよ。前回の対談の時には言ってないから、でショベルになったんっていう話になって、うわショベルええやん、ショベルいじやんっていうこいつは本当に年数何年経ってもやっぱり自分の中ではショベルまでのヴィンテージっていうのは価値は絶対下がらないってあるから、手にして何十年経とうがどんどん車両自体の価値も上がるだろうなっていう、そういうものにやっぱオーナーさんに乗ってほしいな。まあこのからヒロ君がいろんな SNS も見ていくやろうし、ハーレーのチョッパーとかいろいろ見ていくし、そのヒロ君が想像してないものをやっぱこう自分は生み出したいなっていうのがあるから、まあそれを一緒に見ながら作業できたらなっていうのが、いや嬉しいです、めちゃくちゃ。まあそれはまあお互いのチャンネルでね、それを出しながら発信していければなと。ありがとうございます。1980年のショベルヘッド。そうです次また来ていただく時ありますんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。Somebody loves, who is it profit after all?